雑談です。ドミノピザです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんだろうか。お昼から打ち合わせというかネタ作りですねがありまして、のこのことを言っておりましたが、なんと昨日は珍しく2人だけでね、差しであれお昼3時ぐらいから6時半ぐらいまでやってたんで3時間ぐらいですか、みっちりやっておりましたけども、なかなか進まない。2人っきりでなるとなかなかあんま進まないよねっていうか、先日のお笑い実力派でもね、1日1ボケできるかできないかみたいな話してましたけど、昨日はゼロボケでしたね。いやー、進まなかった。なかなかそう、一個大きい波がありましてね、波というか壁がありまして、それが乗り越えられなくてね。でそのネタともう一個新ネタの設定というかね、どうしたら行くまでに僕もねこういろいろ考えてね持っていくんですけども、それを とりあえず伝えて、でそれが陣内君の中でねどうこう咀嚼されてというか形にねできるかなっていうのをね、案は本当に持っていくんですが、なかなか納得というかね、こうやれる形でどうしたらいいのかみたいな話をね二人きりでこうね煮詰まりますよみたいなことをやって、それが6時半ぐらいに終わったんで、帰り渋谷でのようなもの、森田監督のビバリーヒルズを聞いてたら、朝ね15時から舞台挨拶というか高田先生が来て、舞台挨拶があるんで、もし間に合えば、そしてチケットがあれば、ラジオでねまだ当日チケットがちょこっとあるそうなんでって言ってたんで、時間ね間に合ってもし行けるようだったら覗きたいのようなもの好きなんでね、と思って行ったら、ギリギリというか、本当にギリギリ入れまして、いやーもうその舞台挨拶がめちゃくちゃ面白かったんですよね。本当に元気でね、もう喋りが止まんないんですよね。本当に面白かったなーっていうのを見て、でそんなことをしておりました。いろいろなかなかこうね形になるまでが本当大変なんですけども、そんなことをやっておりましたが、近々ね出来上がるとは思いますんで、そちらもお楽しみにといったところでね、早速いきますか。で見ましたです。お耳に合いましたらの第9話、これちょっとね僕驚いちゃった。本当にテレ東でしょ。でねこれ今回脚本が万坊八代さんで、すごいね、ドラマをこうメタ的に描いたらこんなにも面白くなるので、お耳に合いましたらの主人公高村美園さん、何でしたっけ、伊藤まりかさんがやってるわけなんですけど、いつもはいつものメンバーで漬物屋のねメンバーで、社内のなんかがあって一人で飯食って、その感想をこうラジオでポッドキャストしてるみたいな話で進んでいくんですが、9回目となって、そこそここのねお耳に合いましたらのリスナーが多いってところまで来てて、でこの9話ですよ。で9話はなんと主人公はもう今まで全く1回も出てきてなかった西園寺ひなみさんというねお嬢様、これは
豊島花さんが演じてらっしゃるね。こういきなりそこから始まるんですよ。島崎優作さんがね、こう執事で出てきて、ドミノピザが食べたいと急にね、お嬢様なんで、これまでそういったジャンクフードを口にしてなかったんですが、なんとそのお嬢様がお耳に合いましたらヘビーリスナーというか、リスナーで、このね、いつもチェーン飯といってチェーン店のご飯を紹介してるのを聞いてて、自分は食べたことがないから、どうしてもそのドミノピザが食べたいぞというとこから始まるんですよ。これなんかすごくないですか？ドラマ内ドラマというかね。で、お嬢様なんで、引きこもってたんですけども、こうね、ご飯を食べてくんないみたいなのになって、でもこう打ち上げ、ドミノピザが食べたいと打ち上げて、でもね、奥様はそれは許さないぞというので、じゃあこのね、あるなんかお芝居の稽古をやってる間に、抜け出してお嬢さんちょっと買ってきたらどうですかって言って買いに出かけるとね、もうこの設定の時点ですでにもうドラマをね、こうメタ的に捉えて描かれているんですが、一歩外を出たらね、今度はタクシー代お支払いしますんで家ついて行っていいですかって、家ついて行っていいですかが出るので、家ついて行っていいですかもこうテレ東でドラマをやってるんでしょ。あれが出てきた時に、ここまでというかね、こうある種こうメタ的に描いた時点で、これは面白い話になるなと思って、それは面白いですよ。でやってる上にさらにそこにまたかぶせてくるっていうね、これちょっとマンボウ八代さんすごすぎませんかと思って、本当にいやすごい回だったな。でドミノピザを買ってくると、それでまたね、よくできてんだよなっていうのが、デリバリーしたら奥様にバレるからつって買いに行くんですけど、買いに行ったら買いに行ったでね、2枚買えるわけじゃないと、半額キャンペーンというか、買いに行ったら1枚の値段で2枚ね、もう1枚買えるっていうので、こう2つ買ってくるっていうのも、それはもう完全ステマというかね、完全ステマじゃないですよ。あからさまなCM なんでね、そういうのはなんていうんですか、あからさまマーケティングね、赤さまですよ本当に。でドミノピザを食うわけですよ。それがまたうまそうに食ってね。でこれ本当に今まではなんかそのチェーン店のご飯を一人で食べて、紹介するっていうラジオがね、やがてもう本当にドラマ内ドラマみたいなね。いや本当面白かったね。これこの回だけ見るとね、さすがにこの回だけ見るとちょっと理解に悩むかもしれませんが、そういった経緯があってのこの9話なんで、これは本当に面白かった。でその主人公のね、伊藤まりかさんは最後途中こうラジオのシーンでねちょっと出てきたりはするんですが、最後踊りに出てくるという感じでね、本当に面白かった。で次回がいよいよ最終回ですか。で予告編が流れた時にまたね、幻民の T シャツ出ましたよ。だから僕がね着てたやつ、あれでお笑い実力がね映ってた時に着てたやつね、あれが出てくるんで、東野さんもラジオでね1回目放送があって着てるっていうのを人づてに聞いて、送ろう言ってその時にはもうほぼね撮り終えてる段階で主人公のね伊藤まりかさんに着せることはできなかったんですけど、別の方が着てるシーンが予告でも流れておりましたので、それはそれでまたねだからすごいいろんなものをこうね取り入れてというか、構造的にはこう複雑なね、メタ構造でありながらなんて言ったらいいですかね、そういった周辺状況とかそういったものも取り入れて、結構これ本当にいやー面白いですね、このドラマは。っていうかテレ東のドラマ本当に面白い。もうねドラマの TBS って言ってらんないぞっていうぐらい面白いドラマ多いですね、テレ東の。特に深夜の飯テロだったり
ねエロドラマと言っていいのかわかんないですけど、結構攻めた内容のやってるじゃないですか。本当にいや面白いなと思って見ておりましたんで、ぜひTVer でね見逃し配信ありますんで、お耳に合いました。本当に面白い。来週最終回なのがね残念。これもぜひね続きもんをやってほしい。飯もね飯テロもんなんで、ともすればあれですよね、孤独のグルメのようにシリーズ化ねできる。まあチェーン店だからね、なかなか単独のドラマってやるよりも、配信限定で言うと一社提供みたいな感じで、これは残して、ドラマとしてポッドキャストとしてでもドラマとしてねサブストーリーをつけた感じでこう展開していってほしいなと思いながら見ておりますが、本当に面白いドラマなんで、ぜひ TVer 見逃し配信でご覧になってくださいといったところですかね。はい。コントデリバリー、ちょうど時間とねなりましたですけども、ピザ食ってないな。そういうデリバリーのね食ってない。近くにあるんでね、買いに行ってやっぱ2枚ね買ってくりゃいいんですけど、そうなるとちょっと量が多いとかなるじゃないですかね。なかなかこう宅配で頼むとなんか損した気分になるでしょ。だって買いに行ったら2枚食えるんだから。でも2枚もいらないとかねなるんでね、なかなかあれですけども、そんな感じでピザね、今日ぐらいがじゃあピザ食ってやろうかと思いながら、でも買いに行ったら悩むじゃないですか。種類が多すぎてね。ドラマの中でもやってますけど、本当に種類が多いんでね。でも僕は基本的にベタなねベーシックなやつが好きなんで、特にそんな悩みませんけど、とか思いながらピザ食ってねえなって思った次第でありましたといったところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。